リリス先生のトリニティセブン講座はということで始まりました第1回トリニティセブン講座のお時間でございます。この講座はですね、浅見リリス役を演じさせていただいております原由美が講師を担当させていただきたいと思います。さてこの講座なんですけれども、全5回にわたって、開くのですけれども、記念すべき第1回はようこそトリニティセブンへと題しましてですね、トリニティセブンをまだ見たことない方、初心者の方々に向けて本作のあらすじを紹介したいと思います。トリニティセブンというわけであらすじから紹介したいんですけれども、これがなかなか難しいんですよね。ということで原作の公式ガイドブックを抜粋したいと思います。主人公春日新の日常は何の前触れもなく終わりを告げた、前触れもなかったということですよね。はい、自身の秘められた魔力によって崩壊した町、そして消失したいとこ聖、美少女魔導士浅見リリスと出会い、聖を助けるべく主人公新は魔導士になることを選び、新と7人の魔導士トリニティセブンによる魔導研究が王立ビブリア学園を舞台に物語が始まるのであったと、こんな感じなんですけれども、これを読むだけだとちょっとね、初心者の方には難しいかなと思いますので、なので今回この講座ではですね、ここだけ押さえておけばバッチリというところをですね、私原が、まとめさせていただきました。ポイントとしてはこの3つです。はい、ということでですね、こちらの3点でございます。まずですね、こちらの新が魔導士をなぜ目指したのかについてなんですけれども、先ほども言った通りですね、主人公の新くんね、こちら新くんなんですけれども、新くんはいとこのね、こちら聖ちゃんを助けるために魔導士を目指したんですけれども、それはですね、この町を崩壊させたいわゆる崩壊現象の原因が新くんであるとね、私この演じる浅見リリスちゃんがね、そう思うんですよ。さらなる崩壊現象を生み出す恐れのある新くんにリリス先生はですね、究極の2択を迫るんですね。で、この聖ちゃんをね含め記憶を消去して崩壊現象を解除するのか、もしくは死んで、崩壊現象を起こさないようにするのかというね、この2択をね、このリリス先生は新くんに迫ったんですけれども、しかし新くんはですね、どちらでもない第3の選択肢をですね、選ぶわけなんですね。その第3の選択肢というのがですね、消えた聖ちゃんを取り戻す方法を探るべく魔導士になるという第3の選択肢をですね、新くんが考えたのでした。いやでもすごいですよね。あんな究極のなんか殺されそうになってるそんな場面でそういう選択肢をね、さっとかっこよく出せる新くんって本当にかっこいいなというふうに思います。次にこちらでございます。トリニティセブンと行動する理由はでございますけれども、こちら無事ね、新くんは王立ビブリア学園という魔導学園に転校することができるんですけれども、聖ちゃんを早く助けるため、手っ取り早く魔導士になるためにどうすればいいんだろうと考えて、まずこちらの学園長に聞きに行ったんですけれども、すると学園長はですね、学園にいるトリニティセブンと呼ばれる各分野の頂点を極める7人の魔導士と出会い、戦ったり手ごめにすること、手ごめってすごいですよね。手ごめにすることでですね、魔導士の最短ルート、そうやれば最短で魔導士になれるよということでアドバイスしてもらうんですね。なので新くんは聖ちゃんを助けるため、彼女たちこのリリス先生をはじめとする7人の魔導士と共にですね、行動するようになるということでございます。そして最後、こちら新が来て学園やトリニティセブンはどうなったのかでございます。こちらなんですけれども、新くんが入学してからというもの、彼の秘められた力によっていろいろな事件が多発して、彼のせいで何度も学園の校舎が壊れたり襲撃されるのですが、その度に起こる魔導の力を使ったアクションバトルは必見でございます。なんか
こうね作中徐々にトリニティセブンのメンツが出てくるんですけれども、みんなすごく強いんですよ。だから結構こう仲間になるための話とかもあったりして、割と本当に魔導であったりアクションであったり、そういったものがね飛び交って、すごく迫力満点なお話満載となっております。そしてですね、ラッキースケベ、このラッキースケベと呼ばれてるね春日新くんなんですけれどもこのラッキースケベってなんだよって話なんですけれども、なんかまあエッチなね部分もあるんですよ、新くんって。でもなんかこのラッキースケベっていうのは、なんかこう狙ってこう胸を触りに行くというよりも、なんかいろいろわちゃわちゃしてる間になぜか手が胸にある、人の胸にあるみたいな、そんなラッキーがたびたび起こる。新くんはエッチな人に見られがちなんですけれども、実は仲間を大切にしたり、女の子に優しかったり、すごくね男気のあふれるね、そんな少年だななんていうふうに思います。トリニティセブンたちもですね、そんな新くんだからこそついていきたいななんていうふうに思うんじゃないでしょうかね。というわけでですね、この3つをちゃんと押さえておけばトリニティセブンは問題なしでございます。それでも長いよ、まだついていけないよって人のためにもっとざっくり言わせていただくとですね、主人公のせいで街がこう崩壊しちゃうんですね。そして7人の美女の服も崩壊するんですよ。作中何度も崩壊してるんです。すっぽんぽんになるんですけれども、はい、それに尽きると思います。そんなねお色気シーンも満載の、そんな楽しい作品となっておりますので、まあねこういうねざっくり感っていうのは台本に書いてありますので、違うぞというねお叱りの連絡はですね、トリニティセブンの公式ツイッターにお寄せください。ということで本日のトリニティセブン講座はここまででございます。ちゃんとこの動画を再度見てですね、皆さん復習しておくようによろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。原由美でした。さようなら。